皆さんこんにちは。ミルキーウェイチャンネルです。ミルキーとウェイでミルキーウェイ。この番組はミルキーとウェイと時々光からのメッセージを通して提供されております。今回のテーマは人間の物質的な部分の意味についてです。ミルキーさん、第2回の放送の時に誕生の記憶について扱いましたよね。その時疑問に思ったのですが、そもそも人間の肉体とは何なんでしょうか？はい、そうですね。人は肉体を持つ前の存在であるときには、みんなとつながっていて、意識を共有することもできますが、肉体を持ってこの世に生まれ出た瞬間に、他の光というか、魂から切り離されてこう感じるってよく聞きます。はい。光とは人が来たところ、つまり大元の光のことですか？人は皆その光から切り離されたものだと。実際には光と切り離されたわけではなくて、そのように感じるということなのですが、では光の中にいる私たちの状態はどのようなものかと言いますと、心理学的には集合意識ってことでしょうか。よく私たちの意識は集合的無意識により全世界の人とつながっていると言われていますよね。はい。集合的無意識ですか？そのことについて詳しく説明してもらってもいいですか？はい。集合的無意識はスイスの心理学者のユングが提唱した概念です。はい。彼は人間の無意識の深層には個人の経験を超えた先天的なことについて構造領域があるとして、その領域のことを集合的無意識と定義づけています。はい。ところでミルキーさん、そのユングさんってまだご健在なんですか？彼は1875年に生まれていますので、19世紀の終わりから20世紀前半で活躍された学者ですね。そして1961年にお亡くなりになられています。はい。ユングという心理学者は心理学や医療関係の分野ではとても有名なので、そういった勉強をされている方はよくご存知かと思います。なるほど。今から60年以上も前からそういった考えを持った人がいたんですね。彼は他にどのような研究をされていたんでしょうか？はい。彼はまた夢の分析や高齢術に興味を持っていました。はい。高齢術って何ですか？文字通り霊を下ろす術ってことですか？はい、そうです。ちょうど19世紀から20世紀に変わる頃、そういったオカルト的実験のようなものが流行っていました。はい。ユングは実際に高齢術に関する論文を書いています。題名が、いわゆるオカルト現象の真理と病理という論文で、いとこのヘリーをモデルとして執筆されました。はい。また、夢分析の方ですが、ユングの心理学は他の心理学者よりも心理臨床において夢分析を重視しているのが特徴です。はい。彼の考えによりますと、集合的無意識としての原型イメージが日常的に表に出ている現象が夢であり、また個人的無意識が外に出ている状態が夢でもあるということです。へえ、心理学者なのに夢とか高齢術とかオカルトチックなものも研究してたんですね。面白い人ですね。そうですね。そしてその彼の定義した集合的無意識は普遍的無意識と呼ばれたりもします。はい。その集合的無意識はスピリチュアル的にはこの世の大元の光とも言えます。はい。前回第4回の放送で神は完璧な存在であるがゆえ自分自身を見ることができなかった。だから振動させてひびを入れることによって分身である私たちを作ったとおっしゃってましたよね。ですからもともとは一つのもの、つまりワンネスってやつですね。そうです。ただこの世では私たちは肉体があるがゆえ他の人と自分を別のものと感じ、そのために相手の気持ちを汲み取れず、自分さえ良ければいい
と思う人もいたりするのですが、はい。確かに、物質的や肉体的な執着の強い人は、自分勝手な人が多いような気がします。そんな個の存在を感じる元となる私たちの肉体ですが、去年私がコロナのワクチン接種に行った時に、なぜか肉体はコピーって感覚を強く感じました。なるほど。コピーですか。詳しく説明してもらってもいいですか？はい。別の言い方をすると DNA のコピーということです。生命の誕生は自分以外の人間、親というか、その元となる人がいないと、実際には物質的に自分が存在することができないわけですし、はい。そういったこの世の特徴というか、人類創造のシステムがそうなっているということは、人がこの世に生まれた時に自身の肉体を感じて他人と切り離された個の存在を感じるのに、実際はその個の存在とは真逆のことなのだって矛盾がそこにはあります。言い換えれば、肉体は個であって個ではないことを表していると思います。はい。はい。言い換えると、もう一人の自分というか、自分の分身みたいなものってことですか？見た目が違うだけで、別バージョンの自分というような。そうです。私たちは一人の独立した存在というよりか、他のものの特徴を受け継いでいる他を含んだ存在だということです。はい。コロナのワクチンを受けた同僚のほとんどが、接種後に筋肉痛や少し時間が経ってからの38度台の発熱など、ほぼ同じ反応を経験していました。なぜ同じなのかというと、人の肉体部分はその元となった他の人間のコピーだから、肉体は同じ反応をするということになります。はい。確かにコピーであるから、臨床実験とかができて、統計が取れるわけですよね。はい。また別の話なんですけど、知り合いの看護師さんが ICU で長く働いているのですが、手術を受ける患者さんにはいつも決まった用量の麻酔導入剤の注射を打つのだそうです。はい。その話を聞きまして、私はどんなタイプの人でもみんなが例外なく同じ反応をすることが、頭では理解することができても、なんとなく心でその綺麗すぎるほどの統一性を受け入れられない感覚がしてしまいました。はい。どういうことが受け入れられないのか、説明してもらってもいいですか？はい、人はみんな同じ反応をするということにです。例えば、魂の性質というか、性格は10人十色っていうように、一つの話をしたときに、相手の反応も全く同じ反応をする人は一人としていないと思います。はい。もっと具体的に言うと、スピリチュアルの話をしても、そのことに対する理解の仕方とか、反応や感想が同じな人って珍しいじゃないですか。はい。世の中で似ている人と出会うことは結構難しいので、例えば結婚相手とか、一緒に住んだり、生活を共にする仲間も、みんな価値観や思考、癖が違うから、お互いのことを思いやり、配慮しながら生活をしないと、長く続けるのは難しいと思います。はい。確かに、選び抜いた本当に仲のいい友達でも、一緒に住んでみたら大変だったってこと、よく聞きますよね。それくらい、他の人と合わせるのは難しいと思います。それくらい人の個性ってみんな違うのに、肉体の部分ではほぼみんなが同じような反応をする。もちろん多少の個人差は肉体にもありますが、魂ほど個性は豊かではないような気がします。はい。そのようなわけで、独立した存在である肉体という私たち人間の物質部分は、先ほどのコロナ予防接種後の経過がみんな似ていることからもわかるように、みんな人類誕生を大元とし、つながる同じ特徴を備えた他を含む存在であり、それが今私たちがいる物質世界の大きな特徴ということです。そうですね。自分も知り合いに事前に聞いたんですけど、それと同じような副作用でした。つまり、肉体と魂はその性質が全然違うということですね。
はい、そういうことになります。さらに言えば、魂には魂に合ったプログラムがあるのですが、物質世界にいる肉体には、肉体用のスピリチュアルを解放させてくれることに特化したプログラムもあるということです。例えば、音響効果で夢を実現させるとかもそうですし、みんなが楽しみにしてるウェイさんの1年後を目標とした音響効果を使ったプログラムもその一つと言えます。はい。皆さん楽しみにしてるんですか？そうですね。どのような変化があるか、僕も楽しみにしてます。はい。ということで、第5回の放送でした。この雑談が面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、またご質問などございましたら、コメント欄によろしくお願いします。皆さんに幸福が訪れますように、また来週。